お待たせいたしました。本日は新日本プロレスの記者会見次期シリーズザ・ニュービギニングの主要対戦カードを発表させていただきます。私の方から読み上げます。まずはですね、1月の20日愛知県体育館で行われます KOPW2024 争奪戦石森泰治 VS グレート王冠、それからネバー無差別級選手権試合タマトンガ VS イービル。続きまして1月23日後楽園ホール大会 IWGP ジュニアヘビー級選手権試合エル・デスペラード VS 金丸義信。続いて2月4日後楽園ホール大会 IWGP ジュニアタッグ選手権試合フランシスコ・アキラ TJP 組対クラーク・コナーズドリラ・モロニー。続いて2月11日エディオンアリーナ大阪大会ネバー無差別級6人タッグ選手権試合岡田和親、棚橋宏、石井智弘対マイキー・ニコルス、シェイン・ヘイスト、藤田康生。そして IWGP タッグ選手権試合ヒクレオ・エル・ファンタズモ組対ケンタ・チェーズ・オーエンズ組。それから2月23日北海北エール大会です。ここでは2つタイトルマッチ決まっています。ニュージャパンワールド認定 TB 選手権試合棚橋宏 VS マット・リドル。そして IWGP グローバルヘビー級選手権試合デビッド・フィンレイ VS ニック・ネメス。さらに2月24日同じく北海北エール大会です。 IWGP 世界ヘビー級選手権試合内藤哲也 VS 真田。以上が次期シリーズで決定しているタイトルマッチでございます。その他の対戦カードにつきましては新日本プロレスオフィシャルサイトでご確認ください。さてそれではですね、先ほどご紹介しました2月24日の札幌大会におきまして IWGP 世界ヘビー級王座の防衛戦が決定していますチャンピオンの内藤哲也選手をお迎えしたいと思います。では内藤選手よろしくお願いします。¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? では改めて東京ドームでタイトルを獲得しまして、そして次期シリーズの札幌大会で初防衛が決定いたしました初防衛戦が決定した内藤哲也選手にコメントをいただきたいと思います。3年ぶりに東京ドーム大会のメインイベントに戻り、そして東京ドームでの大合唱、2024年最高のスタート切れましたよ。俺花道の一番奥でよく振り返るんですよ。そこから見える景色ってメインイベントで勝利したものだけが見える特別な景色だから。でも今回俺は東京ドームで花道の奥から振り返ることはなかった。なんで振り返らなかったか、それはまたこの舞台に戻ってくれば見れるかなって思ったから。東京ドーム大会のメインイベントで勝利し、そして花道の一番奥からの景色を見るため、俺はまた必ずこの舞台へ戻ってくるぜ。カプラン。ありがとうございます。それでは質疑応答を受け付けたいと思います。ご質問ある方お願いいたします。はいどうぞ。はい、新日本公式です。東京ドームで真田選手を破ってという形だったんですけども、本日です発表された2月24日北海北エール2日目で、いわゆるダイレクトリマッチというか、はい、もう一度真田選手と戦うこと、墨田区でも同じようなことはおっしゃってましたけども、はい、正式発表されたことで改めて正式発表されたんですね。はい、なるほど。真田にしては珍しく自分の意思を自分の口で言ったなと、その姿を見て、あ、真田はちょっと変わったのかなって思いました。
実際東京ドームで大合唱できたのは、乱入してきたイービルを排除してくれた真田のおかげ、その部分もあるわけで、大きな借りを作っちまったなと。普段ほとんどコメントをしない真田がマイクを持ってもう一回やらせてくれと。東京ドームでの借りもあるし、俺はやろうと思いましたよ。そしてバックステージでコメントを出し、家に帰り、さあ今日真田はリング上でわあ言ってたけど、バックステージで何を語ったのかな、意気込みでも語ったかなと思いながら見たらノーコメント。いや非常にがっかりしましたよ。あの時会場できっとみんなが喜ぶかなと思ってあの言葉を言ったんですか。もう一回やらせてくれって言ったんですか。本当にそう思ってるんだったらバックステージで改めて言うべきでしょう。全く同じ言葉でもいいよ。別に一軸全く変わらず同じまんまでもいいよ。もう一度言うべきでしょう。なんかあのノーコメントっていうのを見て俺はがっかりしたし、なら受けなきゃよかったなって思いましたよ。それぐらい今現在俺にとって札幌での防衛戦はあまりテンション上がらないですね。もちろん北海道のお客様にこのベルトを持った姿をお見せできるってことは嬉しいですけどね。真田とまたタイトルマッチをやることに関してあまりテンション上がらないですね。前回とは立場が違うわけで、今回は俺がチャレンジャー、俺がチャンピオン、真田がチャレンジャー。基本的にタイトルマッチっていうのは俺はチャレンジャーがどんどん仕掛けていくものだと思ってますよ。それはリング上もそうだしバックステージもそうだし、だからもう決まってしまったんでしょ。決まってしまった以上、じゃあ真田の意気込みであったりこのタイトルマッチにかける思いをちゃんと連日バックステージで言ってくれよと。じゃなきゃ俺のテンションは上がらないし、結果も東京ドームと同じ結末になるでしょう。決まった以上はやりますけど、なんかすっきりしない決定ですね。はい、他にご質問いかがですか。本大会になるとロスイングベルダブルスとどこの会社のどちら様ですか。ちゃんと名前言って。すみません、東京スポーツの岡本と申しますけれど。なるほど。はい。岡本記者？はい記者だっけ？そうです。岡本？記者で大丈夫です。エキスパートじゃないの？なんかちょっと昇格したらしいじゃない。岡本エキスパートなんですか？札幌になるとロスイングベルダブルスアポンとジャストファイブガイズのはい5対5の、はい全面対抗戦というか、シングル5番勝負というふうに発表ありましたけれども、はいそのことについてというのはどう思われますか。大田区じゃないや墨田区大会での真田のマイクを受けての発表なんでしょうけど、真田もそうだし、他のメンバーはどう思ってるんですかね。ただバックステージでノーコメントだったのは真田だけかな。ブシ選手は出してない。いや向こう相手側で、そうですね。はい。やっぱり真田がどう思ってるのかがすごく気になるわけで、それが真田の作戦ならいいよ。俺のことをどう思ってるのかな、真田は思ってるのかな、いやこうなのかなって戸惑わせることが作戦ならいいけど、そうじゃなくただただ早く控室に帰りたいからっていうだけでノーコメントなのであれば、彼はもうこれ以上のレスラーになることは絶対にないでしょうね。そして札幌でのタイトルマッチも東京ドームと同じようにまた俺に敗れることでしょう。そして涙でも流すのかな。勝手に泣いてろよカブラ。あとですね、
IWGP 世界ヘビー級のベルトを初めて巻いたわけでですね、過去、内藤選手はもうこのベルトの扱い方といいますか、ちょっとその物議を醸すこともありましたけれども、現段階でその初めて巻いた IWGP 世界ヘビーへの思いっていうのはいかがですか？巻いてはいないですけどね、保持はしたと、腰には巻いてないですけどね。このベルトが誕生するときに最後の最後まで反対したのは俺ですから。だからやはりこのベルトの存在っていうのは俺にとってあまりいいものではなかったし、実際こうやって取ってみてもやはり複雑な心境ですよ。だから今現在のやっぱこのベルトへの思い入れっていうのは東京ドーム前よりかはほんのちょっと上がったかもしれないけど、それでもほんの少しなわけで、これから保持していくことによってこのベルトへの愛着が湧くことを祈ってますよ。そうじゃなければ放り投げてやりますよ。だって壊せばまた新しいベルトができるんでしょ。しかも名前も変わるんでしょ。そんな前例があったようななかったような。よろしいですか。他にご質問いかがですか。岡寺壮と申します。内藤さん、東京ドームで初めて大合唱で締めて、それを経験したことで内藤さんの中に何か変化したものってありますか。いい意味で。そうですね。まだやって数日ですし、またさらに1ヶ月2ヶ月経ったら感じ方変わってくるのかもしれないですけど、やっぱあれだけのたくさんのお客様と一緒に大合唱するっていうのはやっぱ気持ちよかったですね。そしてずっと目標にしてきたことなんで、東京ドームでの大合唱っていうものは、これが達成してしまった時、何も見えなくなってしまったら俺はレスラーとして終わるんだろうなと思ってたんですけど、あれをやった後すぐに俺はマツダスタジアムでもやりたいな、俺のホーム広島にあるマツダスタジアムでも大合唱したいなって。あとバックステージでも言いましたけど、俺の地元である東京武道館であったり、俺のデビュー戦の地である埼玉県の草加市スポーツ健康都市記念体育館であったり、これから日本中世界中いろいろなところで会場のお客様と一緒に大合唱したいなって思いました。でポンでね。よろしいですか。他にいかがですか。大丈夫ですか。はい、それでは質疑応答を以上とさせていただきます。本日は、東京スポーツ岡本エキスパート。質問でしょ。今手挙げてなかったんです。何しに来たの。じゃあ来る意味なかったじゃん。またちょっとこの後そう。失礼しました。じゃあ締めさせていただきましょう。以上ザ・ニュービギニングの対戦カード発表会見でございました。本日はご視聴誠にありがとうございました。アディオス。